はい、今回からの Tips は Waves アビーロードコレクションから魅力的なプラグインをピックアップしお送りしていきたいと思います。アビーロードコレクションは数々の歴史的名盤を刻んできたアビーロードスタジオと Waves との共同開発で、そこにしかない貴重なオリジナルハードウェアをモデリングしたプラグインのバンドルです。この Tips をご覧いただければわかると思いますが、そのワークフローやサウンドは現代的な音楽にも驚くほどマッチします。さて、最初にご紹介するのはアビーロード TG マスタリングチェインです。これはアビーロードのマスタリングスタジオルーム5に設置されているソリッドステート構成のモジュール式システム EMI-TG12410 を精巧にプラグイン化した製品です。EMI-TG12410 は現在もなお稼働中で、ピンク・フロイドのザ・ダークサイド・オブ・ザ・ムーン、ニルバーナのイン・ユーテロ、レディオヘッドの OK コンピューターといったビッグタイトルのマスタリングで使用されてきました。一見するとつまみが多く、いかにもヴィンテージ機材といった見た目のため難しそうに感じるかもしれません。ところが実際に使ってみると非常によく考えられており、意外に手早く直感的にマスタリングを行うことができます。 TG マスタリングチェーンはインプット、トーン、リミッター、フィルター、アウトプットの5つのモジュールで構成されています。トーン、リミッター、フィルターは順番を入れ替えることもできます。それぞれは右上の拡大縮小ボタンで拡大表示することができます。拡大しなくても簡易的な操作はできますが、このプラグインの真骨頂は MS 処理とも言えますので、ほぼ拡大しながら操作することとなります。拡大した状態でも各モジュールへ手早く切り替えることが可能です。今回はマスターにリミッター以外何も挿していない状態から、この TG マスタリングチェーンを使ってマスタリングを行ってみたいと思います。まずインプットモジュールから見ていきましょう。ここでは入力音量を調整したり、バランスや位相の調整などを行うことができますが、なんといっても特徴的なのはテープイコライザーです。これはもともとは規格の違うテープ間で音質補正を行うための機能ですが、これを操作することで独特の音質を得ることもできます。ちょっと聞いてみましょう。IEC2NAB の 15IPS では低域より、7.5IPS ではドンシャリの傾向になりますね。NAB2IEC の 15IPS では主に広域に伸びのあるサウンドになり、7.5IPS では中域に集中するような印象になります。このいずれかが楽曲にはまったら、それをベースにトーンモジュールで微調整するというのもありでしょう。今回はトーンで細かな設定を行いたいため、フラットとしておきます。次にトーンモジュールです。これは見た目でお分かりの通りイコライザーです。4バンドで構成されており、上から広域、中広域、中低域、低域となっています。パラメータは左からフリーケンシー、ゲイン、シェイプとなっており、シェイプではローシェルフ、ハイシェルフと3種類のベルタイプを選択できるようになっています。ブラッドが広め、シャープが狭め、ミディアムがその中間です。今回はこのトーンで MS イコライジングを行ってみましょう。上の3つのボタンから MS を選択します。すると左が M、右が S へと変化します。MS イコライジングを行う前にワンステップ行っておきたいことがあります。定番のサイドの音量上げですね。これを TG マスタリングチェーンで行うにはアウトプットモジュールのスプレッダーを使用します。このつまみは非常に効きがいいので、マスタリングの微調整ならばプラス2程度でいいでしょう。これでサイドの音量を上げたのと同じ効果を得ることができます。では、イコライジングに入ります。まずはサイドの低域をカットしてみましょう。サイドの低域は一般的に多めにカットしますが、このローシェルフがどのような帯域を対象にしているのか、こちらのソロボタンで視聴することができます。例えば 128Hz で聞いてみましょう。意外に中広域も多く含まれていますね。かなり緩やかなカーブのようです。フリーケンシーを動かしてみます。
この場合 64Hz でちょうどいいようです。フリー検視が決まったらソロを切ってカットしていきます。思い切ってマイナス6デシベルほどカットしてもいいでしょう。低域の締まりが良くなり、低位も安定しますね。次にスプレッドによって若干引っ込んだ印象のあるミッドの低域をブーストしましょう。ベース、キックともに含まれる 128Hz で2デシベルほどでしょうか。どっしりとしてきましたね。続いて、ボーカルやスネアの抜けに相当するミッドの中高域です。こちらもスプレッドで若干引っ込んだ印象があります。ソロで聴きながらシェイプも変えてみましょう。ちゃんと聞こえ方も変わりますね。今回はブラントで 2.6kHz を2デシベルほどブーストしてみました。ちょうど良い程度に前に出てきましたね。続いて中低域も調整してみます。ミッドはややもこついているようです。ベースの第1倍音あたりでしょうか。181Hz を今回はシャープで狙ってみましょう。マイナス2デシベル程度で良さそうですね。最後はギターの骨太な感じが欲しいですね。探ってみましょう。362Hz をミディアムで狙うといい感じで迫力が出てきますね。3デシベルほどブーストしてみました。最後は広域のサイド。こちらも定番ですね。若干ブーストするとよりワイドな印象になります。ハイハットなどの金物を基準としながらフリーケンシーとブースト量を決めていきます。思いっきりブーストしても破綻しないこの感じがとてもいいですね。とはいえやりすぎは良くないので 5.8kHz で3デシベル程度にしてみました。ではトーンモジュール全体のオフと比べてみましょう。オンにします。程よい分離感で迫力も出てきましたね。続いてリミッターモジュールです。名前はリミッターですが中身はバスコンプに近いかと思います。リミットを選択してもブリックウォールリミッターにはならない仕様です。つまりこの後に別途リミッターやマキシマイザーを使用するべきということですね。この赤いつまみはコンプレッサーの種別を選択します。オリジナルは TG12413 に搭載されたゼナーダイオードコンプレッサーです。リミットはそのリミッター版でオリジナルに比べてよりハードな任意設定となっています。モダンは現在のマスタリング要件を満たすために新しく設計された VCA ベースのコンプレッサーです。こういったところが気が利いていると思うのですが、アビーロードシリーズのプラグインは決してレトロやヴィンテージサウンドだけをターゲットにしたものではないということです。オリジナルのワークフローと現代的なサウンド、
そしてプラグインの柔軟性のいいとこ取りをしていると思います。今回は楽曲に合わせてモダンを選択してみましょう。音を作り込む前にまずコンプを聴かせていきたいのですが、このリミッターモジュールにはスレッショルドがないため、レシオを上げることでリダクションを起こします。1から100までありますが、数値にとらわれず、サウンドとゲインリダクションメーターを頼りに設定してみましょう。なお、このコンプにはオートメイクアップ機能があるため、リダクションが起きても音量感はあまり変わりません。きつめにかけてもさほど破綻はしませんが、やはりキックやスネアは鈍くなりますね。戻しながら調整していきましょう。やはりパンチ感がちょうど良くなるのは、リダクションがマイナス2からマイナス3デシベル程度のところですね。レシオの値でいうと10くらいです。次にリカバリーを調整します。このパラメータはアタックとリリースの速さを決めるもので、数値が大きいほどどちらも遅い設定となります。正確な時間との対応がないため耳が頼りとなりますが、こういったジャンルではスネアのトランジェントに注目するといいでしょう。数値が小さいほど太くのっぺりとしたサウンドになり、大きいほどタイトでアタック感のあるサウンドになります。ある程度太さも欲しいので、今回は4がちょうど良いと感じました。さて、ここで MS コンプレッションに切り替えてみましょう。ここからさらにサイドチェインと組み合わせてミッドにきつめのコンプをかけてみましょう。ミッドのレシオを上げていくと潰れながらもメイクアップが効くため存在感が上がってくるように感じます。ただしやはりボーカルやキック、スネアはのっぺりしてきますね。これに対してメリハリをつけるためサイドチェインを使用します。これはインターナルサイドチェインでコンプの検知対象に対してフィルターをかけ、コンプのかかり具合を調整するものです。まずは定番のセッティングですが、ハイパスフィルターを使って低域を逃がしてみましょう。このスピーカーマークをクリックするとコンプの検知対象をそのままモニターできますので便利です。キックのインパクトを狙いますので、ベースより下 90Hz あたりでしょうか。サイドチェインオフと比べるとキックの低域がしっかりと出てきましたね。次にベルフィルターを使って検知対象の中高域を削ってみましょう。最終的には削るのですが、ポイントを探るためにまずは上げておきます。これでフリー検視を動かしてボーカルの抜けとスネアのアタックが一番よく出ているポイントを探ります。だいたい4キロぐらいでしょうか。決まったら原因を下げる方向に持っていきます。これでサイドチェーンオフと比べてみましょう。スネアのパンチも出てボーカルも浮かび上がってきましたね。ではリミッターモジュール全体のオフと比べてみましょう。メイクアップが少し大きめなので、ここでは比べやすいようにメイクアップつまみをマイナス1デシベルとしています。まずはオフから。
続いてオン。適度なダイナミクスを残しながらまとまり感もあり、迫力が増していますね。続いてフィルターモジュールです。こちらはシンプルで、ローパス、プレゼンス、ハイパスの3バンドで仕上げを行います。ローパス、ハイパスは不要部分のカットに使えますが、音質に影響が出ないよう慎重に行いましょう。なしならなしでも OK です。今回は 20kHz のローパスのみで良さそうです。プレゼンスはベルタイプのフィルターで、最後のちょっとした調整に使えますね。もうここまでで音はほぼできていますので、やるとしても 1、2dB 程度の微調整でいいでしょう。今回は 4.2kHz を 1dB ほどブーストしてみました。はい、これで一通りの処理が終わりましたので、TG マスタリングチェーン全体のバイパスと適用後を比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。見違えるようにサウンドに磨きがかかりましたね。このように TG マスタリングチェーンは使い方や特性をつかんでしまえば、かなり手早く思い描いた音に近づけることができると思います。次にご紹介するプラグインは Real ADT です。これはアビーロードスタジオが先駆けとなったダブルトラッキングエフェクトに使われたハードウェアをそのままプラグインにした初めての製品です。ダブルトラッキングといえばビートルズの時代から現代まで非常に多用されるミックステクニックといえますが、Real ADT は単なるダブルトラッキング用プラグインではなく、真空管テープの質感や独特の挙動により、これにしか出せない耳なじみのあるサウンドを提供してくれます。何より操作が非常にシンプルで分かりやすいのも魅力です。実はすでにボーカルに適用していたのですが、どのように操作していくのか初期値から流れを見てみましょう。まず画面上のセクションを見ていただきたいのですが、中央に SRC というマークがあります。これがダブルトラッキングを行う際の基準となるソース、つまり原音ということになります。これに対し下にある ADT というマークをずらす、つまり短いディレイをかけることで疑似的にダブルトラッキングを起こすわけです。どっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナどっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナどっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナプラスマイナス20ミリ秒の範囲で大きくずらした方がダブル効果は大きくなります。ただ単純にずらすだけだと位相の関係などでどうしても嘘くさいダブルトラッキングに聞こえてしまいます。そこで登場するのが ADT を基準としてディレイタイムを前後させるバリスピードというパラメーターです。中央の大きなつまみを動かすと ADT の後ろから別のマークが出てきましたね。この動きが ADT に微妙な変化を与え、単なるショートディレイでは出ない独特のダブル感が生まれるわけです。ちょっとソースをミュートして動かしながら聞いてみましょう。どっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナどっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナこのようにリニアではなく感性がついたような動きをし、タイミングとともにピッチも動いていることがわかりますね。これはテープの時間軸をずらす際の回転ムラによるもので、このピッチの揺れがリアルなダブル感を生み出しています。もう一度ソースを混ぜて聞いてみましょう。どっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナどっちをなんどっちをなんどっちをなんどっちをのワンナ止まっている時よりも自然に近いダブルトラックに聞こえますね。このように動くことが前提のバリスピードですが、手動でずっと動かすというわけにもいきません。オートメーションを書くという手もありますが、ちょっと手間ですよね。そこで使っていきたいのがその下の LFO セクションです。こちらでバリスピードに周期的な動きを与えることができます。
LF オレンジは時間軸の動きの幅。レートは周期。シェイプは動きの特性を決める波形ですね。シンクでテンポシンクさせると、楽曲のテンポに合わせて音符単位で周期を決めることもできます。ボーカルのダブルトラッキングでおすすめしたいのがシェイプのランダムです。これはシンクをオフにしておかないと選択できません。ランダムにすると一定周期ではなくなりますので、レートは設定できなくなります。レンジのみ設定可能ですので、適度な値に設定してみましょう。この際、バリスピードのつまみは動きの中心をずらすオフセットの役割として機能します。いい感じになりましたね。タイミングとピッチがランダムにずれるということは、最も本物のダブルトラッキングに近い状態だと言えます。さらにもう一つ、あると意外と嬉しい機能として挙げたいのが、ソースと ADT 個別に歪みを加えられるドライブつまみです。軽いサチュレーションからしっかりとした歪みまでかけることができます。サチュレーションでちょっと存在感を出してあげるのもいいですし、ADT のみを強く歪ませれば、生声と歪んだ声とのダブルトラッキングが簡単にできてしまいます。オケと混ぜてみると、歪ませた方が比較的馴染みがいいことがよくわかると思います。なお、ステレオトラックにてリール ADT のステレオバージョンを適用した場合、このようにパンの設定もできるようになります。左右に広げておくことで、簡単にステレオダブルトラッキングを行うことが可能です。例えばこのようなモノラルのオーディオが、リール ADT を通すと、このように左右から広がって聞こえてきます。はい、以上今回はアビーロードコレクションから TG マスタリングチェインとリール ADT の2つのプラグインを取り上げました。アビーロードコレクションには他にも魅力的なプラグインがありますので、次回引き続きご紹介していきたいと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。